ご視聴ありがとうございます。今回は今年3月に引退を迎える JR 東日本の車両いろはのご紹介です。こだわりの内装と改造車ならではのポイント、そして引退までの経緯をまとめて解説します。その列車が運行されている路線が北関東、栃木県を走る JR 日光線です。東北新幹線が停車する宇都宮を起点に観光地で知られる日光までを結ぶ全長 40.5 キロの路線です。早速起点となる宇都宮駅にやってきました。宇都宮駅を貫く東北本線のうち東京方面には宇都宮線の名称があり、上野東京ラインや湘南新宿ラインの列車はこの駅で折り返します。一駅北で分岐する烏山線の列車の多くが乗り入れてくるなど、北関東の主要駅の一角を成しています。日光線には4ドアの表示がある列車と表示のない列車が混在しています。今回乗る列車はドア数の表示のない列車です。その列車に乗るため宇都宮駅の5番線へ向かいます。日光線は起点と終点を含めて7駅しかありませんが、駅間距離は平均で 6.8 キロあり、全線の所要時間は標準で43分かかる意外と長丁場の路線です。日光線の列車は基本的にこのホームを発着することから看板類は日光線オリジナル仕様になっています。日光東照宮で知られるだけあってそれを意識したデザインになっており、吊り下げ式の時計に至るまで路線のイメージを押し出していることが伺えます。ちなみにホーム自体は結構な長さですが、日光線は4両編成のため端の方は埃っぽい雰囲気になっています。日光方面からやってきた列車が到着です。この車両が今回乗る車両、その名もいろはです。先頭部には専用のヘッドマークもついています。車両としては日光線や東北本線で運用される205系600番台ですが、側面も大胆にラッピングが施されており、2色のラインが抜けているだけの他の車両とは大きく違います。そしてデザインを取り込んでいるものの、もともと4ドアだった車両のうち中央の2箇所のドアを埋めた造形が特徴です。木目調の床とシートが貼られたドア、紅葉のような色合いのモケットとボックス席という見どころ満載の車両です。ゆっくり見て回りたいところですが、この列車はわずか5分ほどで折り返してしまうのと、宇都宮寄りの区間ということで乗客が多いので、そういうわけにはいきません。ちなみにこのホームではドアはボタン式となっており、発車直前に全てのドアが開きます。10時25分、宇都宮駅を発車です。東北新幹線の高架をくぐり、宇都宮駅から2キロほど走ったところで、宇都宮線の線路と離れます。日光線内は全線単線です。ここからさらに3キロ弱の場所に最初の停車駅、鶴田駅があります。宇都宮駅との距離は 4.8 キロ。東京近郊区間の路線としては長い部類に入る駅間ですが、実はこの2駅の距離は日光線内では一番短いのです。日光線内の各駅はいずれも列車の交換ができる配線になっていますが、日中は1時間に1本の頻度なので、列車交換をする機会は限られています。停車時間が短いのでホームにはおりませんが、この駅では2003年まで貨物営業が行われており、線路があった後などにその名残が感じられます。鶴田駅では列車交換せず、そのまま発車していきます。日光線には曲線がなく線形の良い区間も点在しています。そうした区間ではフルスピードで爆走することもあるため、床下から爆音が響きます。ちなみに日光線にはトンネルはありません。次の鹿沼駅との駅間距離は実に 9.5 キロ。日光線内で最も長い区間です。市街地ばかりだった沿線の風景が変わり、のどかな景色も増えてきます。遠くの車窓には雪をまとった日光の山々も見えています。車内の乗客も減ってきたところで、この車両の歴史と見どころ満載の設備を見ていきましょう。この車両がデビューしたのは2018年4月。同年4月から6月まで行われた栃木県を舞台に行われた観光キャンペーン、通称デスティネーションキャンペーンに合わせて登場した列車です。名称のいろはは、急カーブが連続する日光の名所、いろは坂と日光の旅の始まりという2つの意味を持っています。ロゴマークには、いろはの意をあしらった図形に、いろは坂と同じ48色が用いられています。日光線と宇都宮線では、もともと他の線区で運用されていた205系を改造した車両が運用されていました。
それぞれで塗装が異なるこの車両のうち、日光線用として運用されていた4両編成1本が、イロハに改造されることになったのです。序盤のカットからもお分かりの通り、観光列車ということで、車内は改造前とは大きく変わっています。床は全体が木目調のものになり、もともとロングシートだけだった車内は、ドアの周辺を除いてボックスシートになり、足元が少々持ち上げられました。他の編成と比べると、違いがよくわかります。これらの座席の上には、座席番号が振られています。通常は特別料金不要の一般列車として運行されていますが、観光需要の高い時期には、臨時列車として運行することも考慮しています。観光客を意識して、スーツケース置き場も設けられました。空港連絡列車でもないのに、随分と立派な設備です。車両の特徴はそれだけではありません。ドア上にある案内表示器は日光線オリジナルのデザインとなっており、路線図も日光線の雰囲気が前面に押し出されています。荷物棚も床や座席にマッチしたデザインです。車両の端にあるフリースペースには、栃木県の昔の地図と列車の紹介が掲示されています。デザインのこだわりや終点の日光駅のフォトスポットの紹介など盛りだくさんな内容です。中吊り広告も日光観光にちなんだもので、車内には一般の広告はありません。先ほど少しだけ見た外装も同じ側面でも場所によって模様が異なっており、随分と凝ったデザインになっていることがわかります。ドア横などにあるこれらのイラストは日光の山々や日光東照宮にちなんだものです。一方、改造車両ならではのポイントもあります。それが現れているのが先ほどから何度か映っているこのボックスシートです。この車両はもともと1両あたり4箇所あったドアのうち中央の2箇所を埋めて2ドアに改造しています。ステンレス製車両の場合、ドアや窓のような開口部を後からきれいに埋めるのが難しく、その部分だけが違和感のある見た目になってしまいます。これはイロハ特有の事象ではなく、後からトイレを増設した場合などによく見られるものです。ドアを塞いだ部分をまたいで窓を設けることができないため、もともとあった窓とドアを塞いだところにつけた窓が交互に並んでいます。窓の間隔は均等ではない一方、ボックスシートの間隔は均等なので、眺めが良くない座席も案外多く、乗るときには注意が必要です。ちなみに、この車両のトイレも後付けされたものなので、その部分は窓を埋めた跡がくっきりと残っています。このトイレはイロハに改造されるときに設置されたものではなく、日光線に転属してきたときに設置されたものです。車両の間には、2012年に改造された時の銘板と、JR 東日本の銘板、そして1988年に製造された時の銘板と、2018年にイロハに改造された時の銘板が並び、この車両の歴史を語っています。同じ銘板は車内にもありますが、こちらは車両番号も含めて、すべてシールになっています。場面は車窓に戻ります。2つ目の停車駅、鹿沼駅に到着です。全部で7駅の路線ですが、朝夕にはこの駅で折り返す列車が何本か存在します。各駅の乗車人員を見ると、鹿沼駅より先では客数が減少していることがわかります。折り返し列車の存在は、限られた車両で需要を賄うための措置と言えそうです。路線はここから日光を目指すもう一つの路線、東武日光線とおおむね並走します。線路が1キロ余り離れているため、お互いを見ることはできませんが、起伏の激しい場所をなるべく避けて敷設されていることがわかります。次の不破見駅が近づいてきたところで、車窓には杉並木が広がります。これは日光東照宮に寄進されたもので、この反対側にある街道に沿って植えられています。この辺りはロングレールで線形も良く、杉並木に音が反響するためか、205系のモーター音が力強く響きます。不破見駅に到着です。かつて使われていたであろう小さなホームと線路が残るこの駅、列車交換が済むとすぐに発車するので、じっくり見られないのが残念です。不破見駅では、この列車で唯一の対向列車とすれ違います。少々見づらいですが、対向列車は宇都宮線塗装の車両。運用によって日光線を走ることもあります。進行不まりますと発車いたします。ご乗車のままお待ちください。停車時間は2分ほど。単線路線の場合、列車交換で長時間停車することもありますが、この列車はすぐに発車していきます。次
次の下野大沢駅との間では、先ほどと走行音が異なる場所があります。この辺りはロングレールではないので、ローカル線らしいジョイント音が響きます。この先も杉並木の間を爆走します。杉並木が切れ、視界が少々開けたところで、東武日光線の線路をくぐります。東武日光線は JR と違って複線です。ここは下野大沢駅と次の今市駅のほぼ中間です。今市駅に到着です。かつては側線があったようですが、今では撤去され、幅の広い河川中が寂しい感じです。700メートルほど北には、東武線の SL 大樹の起点である下今市駅があります。ちなみに、両駅の乗車人員には、それほど大きな差はありません。次が終点の日光駅です。日光駅が近づくにつれ、勾配が今まで以上に急になっています。林のせいで分かりづらいですが、今走っているあたりでは東武日光線の線路とは100メートルも離れておらず、木々が切れたところで東武線の線路が見えます。線路の北を流れる川も急勾配になっているため、一定の間隔で川が区切られ、水流が極端に急にならないようになっています。この勾配は、駅の直前まで続きます。目の前のコンクリートの壁は、日光駅の留置線を支えるためのもので、本線もこの高さまで駆け上がっていきます。かつては広々とした構内だったようですが、留置線が減らされていった様子が、幅の広い河川中や跨線橋から伺えます。日光駅は、1980年に開設された駅です。初代の駅舎は簡素な平屋建てでしたが、2代目駅舎は欧風の2階建て構造で、貴賓室も備えています。この駅は、関東の駅100選にも認定されています。一方、日光線の列車は普通列車のみであり、日中は1時間に1本程度。東武日光駅の時刻表を見ると、その差は歴然です。奥に見えるのは、終点の東武日光駅に入線する、東武百景、スペーシアです。向こうは浅草から直通してきた特急列車ということもあり、私が乗ってきた列車に比べて、乗客も多く乗っています。随所にこだわりの感じられるいろはですが、日光線の列車はすべて線内折り返し運転で、東京方面から直通する列車もなく、いろは自体も普通列車として運用されていることから、その活躍は少々地味なものとなっていました。JR 東日本の観光列車、いわゆる乗って楽しい列車と呼ばれる車両は数多くありますが、普通列車として日常的に運用される車両は、その中では非常に珍しいものです。そしてこの車両、2018年に改造されてから4年も経過していませんが、3月26日の団体臨時列車としての運行を最後に引退することが決まっています。これは日光線に新型の E131 系が導入されることによるもので、引退するのはいろは編成だけでなく、日光線、宇都宮線で運用されているすべての205系が対象です。E131 系は3両編成で、205系より1両減らされ、日光線ではワンマン運転が開始されるなど、コスト削減を意識した内容となっています。日光線では臨時快速列車が運行される予定となっており、観光需要に一定の配慮がなされることになっていますが、車両は普通の E131 系ですから、いろはとは趣が違います。引退まであと2ヶ月足らず、癖のあるクロスシートで乗り納めしてみるのも面白そうですね。ご視聴ありがとうございました。